カリスマ RC のタコマですね。これはミッキーロックでね遊んできたんで、その時の様子をね今回は紹介しようかと思うんですけれども、結構ねいとも簡単にですね、割と難しそうな場所をですねクリアしていましたね。今ねしれっとね。そうなんですよ。この子ね今回ロッククローリングシーンでの走行テスト、遊んできただけなんですけれども、やってみてですね、びっくりするぐらい走りましたね。なんでねその時の様子を今回はですね、語りながら紹介していこうかと思います。このね難所ね、年々ですね雰囲気が変わっていますが、昔からやっぱ難所であることは変わりないです。でも美しく登りましたね。しかもこれ片手操作で一発 OK でしたね。結構びっくりしました。この時ね G スピードの LCG マシンとかバンキッシュのフェニックスとかを持ってってるんですけれども、2台ともあそこクリアできませんでした。一発ではね。フェニックスはそもそも無理だったな。 LCG は 2,3 回目でクリアできた感じです。その辺の差って皆さん何だと思います？実はエレメントエンデューロ SE かのユートロンでもね、すごい走りを見せてくれたんですけれども、これ今タイヤ見えてますけれども、タイヤがちっちゃいんですよ。 1.9 インチの120ミリとかのタイヤがいわゆるねクローリングする時の定番になってますよね。クラス2とかだとね、クラス2クラス1の定義はね日本ではねほとんどね関係ないですけれども、これね95、6ミリだったかな、そのぐらいのタイヤサイズです。ユートロンもねちっちゃいタイヤでした。小径と言っていいのか分かんないですけれども、やっぱりねこの小さなタイヤって重心がね低くなるんですよね。決してこのカリスマの RTR についてるこのタイヤ柔らかいコンパウンドでもないし、グリップがねすごそうだってわけでもないんですけれども、やっぱりねマシン全体の重心が低くなるわけですね。なので、強いと。しかもボディもねこれ、ポリカのね割とね薄めのポリカで、そんなアクセサリーもいっぱいついてないんで軽いボディなんですよ。この辺のなんていうのかな、考え方はどちらかというとやっぱエレメント的ですね。最近のアキシャルとかトラクサスとかのああいったですね非常にリアルな高規格なねボディとは違くて、割と簡略化された、ボディ、簡略化っていうとおかしいかな、いろんなねパーツ省略して軽くしてある、走りに影響がないようにね、そういうボディなので、より一層ですねそのタイヤの大きさと相まってですね重心が低くなっているっていう、そんな感じがします。もちろんね SCA1E2.1 スペックっていうねカリスマのシャーシがあるんですけれども、そのね設計もいいんだと思います。今の場所なんかも、なかなか行かない場所なんですけれども、一発でこれ登っちゃいましたね。ここはね結構びっくりしました。ここは無理だろうと思ってたんですけれども、体勢でもねそっくり返らないっていうのはですね、やっぱりね重心バランスちゃんと計算されてるんだろうなと、検証されてるんだろうなという気がしますね。見た目もですねやっぱりこのタコマいいですよね。日本ではね並行輸入車がたまに走ってるの見ますけれども、やっぱりこれかっこいいよな。TRD 仕様がまたねいいですよね。ライセンスボディですからね。しかもね、ただ今のシーンとかもそうですけれども、ケツがね長いんでね引っかかります。ただこれね前後分離型のポリカなんですよ。だからトラギーとかにもできるんですけれども、分離型のボディなんで、引っかかったらね曲がるんですよね。なんでねそこまでねリアが長くてもですね、苦労することはなかったかな。絵にもなりますよね。こういうトレイルシーンでの動画撮影とかでもですね、割と絵になるんじゃないでしょうか。RTR でねこれ LED がね
ついてるんですけれども、今もこれつけてるんですけど、昼だとね全然見えないぐらい暗いですね。普通のLED 球なんで、チップタイプじゃないやつなんでね、その辺はなんかね交換したりするとですね、もうちょっと様になるかなっていう気もします。ここもほらリアが引っ張ってるんだよね。でもね分離型なんで、なんかうまい感じね歪んでくれるんですよ。それでなんとかですねその引っかかりを回避してですね、前に進んでくれるっていうシーンが、ね、何度もありました。ただ引っかかるとね、今みたいにねタイヤがですねグリップしなくなって空転してですね、ここは打ちましたね。やっぱり打つと基本的にはね重心さえしっかりしてればこうやっていけることもあるんでね、それもテクニックの一つですかね。ただね打たずにいけるかってことでまた挑戦しているところでございます。これ 1.9 インチのタイヤとかだとね、でもっとねコンパウンド柔らかいとねもっとグリップするんですけれども、また打ったね、結局打ってるね。もちろんこうやってね転ぶこともいっぱいありました。でもねなんだかんだ言ってね、この日持ってったマシンで一番安定して一番走ったのはこの子でしたね。ポイントというか改善点あるとするとですね、これフロントのですねリンクですね、ステアリングリンクの位置がですね、このカリスマの SCA1E2.1 スペックはですねすげえ低い位置にあるんですよ。なぜかフロントにしかもねこう出ててですね、それがですね岩とかねいろんなものに干渉することがもういっぱいありました、今回も。でそれはメーカー側としても分かっているようでですね、それを対策するためのねオプションパーツですね、そういったものも出ています。その辺をですね交換したりしてですね、ちょっとカスタマイズを今後してみようかなという気になりました。あとブラスのね、デフカバーとかサスペンションとかもなんかあるんですよ、カリスマのやつね、プロスペックとかってやつが。あとブラスのモーターじゃないバッテリーウェイトとかね、でもそのぐらいしかないかな、カスタマイズ系のパーツが。やっぱりその辺は弱いところですね。アキシャル、トラクサス、バンキッシュ、RC フォイルドライブとかエレメントとかね、その辺はアメリカのねメーカーのものはね社外パーツがいっぱいあるじゃないですか、安いのも高いのも含めて。でもやっぱり中国のねすごくいいメーカーなんですけれども、やっぱりそういうあまりねその認知度が低いというか普及してない製品のねカスタマイズパーツっていうのはどうしてもですね作られないので、その辺がね難しいとこですよね。やっぱ RC クローラーはね僕的にやっぱ社外パーツでどんだけカスタマイズするかっていうのが楽しみの一つだと思うんですよ。純正パーツでもいいですけど、やっぱ社外パーツってね実車カスタムでも面白いじゃないですか、社外パーツの方が。だからやっぱ社外パーツいっぱいあった方がいいんですけれども、カリスマの場合はねそこまでないですね。純正品でもそこまでないんで。とはいえですね RTR の素の状態でねここまで走って楽しませてくれるマシンっていうのはですね、結構エレメントに近いですよね。やっぱねエレメントもそうだし、やっぱねアキシャルとかトラクサスとかバンキッシュ RC フォイルドライブとかFMS もそうですけれども、やっぱねある程度いじんないとねこのミッキーロックみたいなねクローリングシーンはですね楽しめないんですよね。それが何もいじらなくてもここまで走るっていうのはやっぱりエレメントカリスマなんかそのぐらいな感じがしますね。それはやっぱりそのマシンのコンセプト的なものなんでね、
走れないマシンが悪いってわけじゃなくて。ということでね、そろそろ終わりにしようかと思うんですけれども、カリスマのね、このタコマ、思った以上に走ってくれたということです。カリスマはね、他にもですね、いろんな車種あります。シャーシはね、ほとんどどれも一緒なんで、基本走行性能は変わらないと思います。ホイールベースの差はありますけれどもね。ちょっとね、カリスマ気にしてみてもいいんじゃないかなと思うんで、皆さんぜひねチェックしてみてください。個人的にはね、これカスタムしてもっとね化けさせようかなと思ってます。